はい、それではバンテックジル2025年モデル外装の紹介をしていきたいと思います。まずこの正面の顔の部分ですね。ここはですね、バンテックさんにちょっとお願いをして、ここの顔のマスクの部分ですね、ちょっといろいろ悩んだんですけども、こういう三角に黒く塗ってもらって、ここは、メッキのオプションもあったんですけども、ちょっと黒くしたかったのでこんな色合いにしてみました。あとはこれ、新型カムロードですけども、通常のライトの下にフォグランプがついてます。あとはいろいろとセンサー類は、標準でついてきました。で全体的に、ホイールもですね、標準のホイールを黒く塗るという形で、塗っていただいて黒いものにしました。あとはこのサイドオーニングですね、これも白か黒か選べたので、黒にしました。全体的にその白い車なので、元からあるこのジルの黒いラインですね、ここにラインが上とか下とか、これは元からデカールで黒くなってるわけですね。なのでこれに合わせて、黒い色合いにしてみました。で、あとですね、ここちょっと自分で変えたのはこの部分ですね。ここはもともと黄色いカバーがついていたんですけども、透明のものにして、この白と黒以外の色をなるべく入れないようにしたいなと思って、そのようにしてみました。これも透明のもの Amazon とかで売って、変えようと思えば変えられるんですけども、とりあえずこのままでいいかなと思ってそのままにしてあります。さて、バンテックのジルは収納がそんなに豊富にあるわけではないんですけれども、リアエントランスモデルなのでどうしても、リアにダブルベッドがあるモデルなんかもありますけども、ああいう場合だとベッドの下が広い収納ですけども、リアエントランスですとそういうスペースがないので、メインの収納がこれになります。開けてみましょう。よっ、はい、これ中にライトもついてて、こうやってつくんですけどね、今初めてつけました、買ってからっていうぐらいあんまり使ったことないかな。うちはこんな感じでですね、ここに電源コードとデイジーちゃん用のまだストローラーを入れています。ちょうどジャストフィットするので、キャンプをする時用の椅子、パパ用、ママ用、デイジーちゃん用と、いずれもヘリノックスの、アメリカからずっと使ってるやつを入れています。でこれはバーベキュー用の焼肉用のコンロですね。よいしょ。こんな感じで、これスノーピークのグリルバーナー、これが入っているぐらい一度も使ったことありません。なかなか外でやる機会がまだないので、もうちょっと暖かくなってから
活躍ですかね。そんな感じですね。で、あとはこっちに、これは焚き火用の、焚き火台ですね。焚き火台と、これは風よけですね。で、あとはレベラー。レベラーについては、別の動画で実際に使用している様子なんかもある。それを見ていただけるといいかなと思います。で、あとは、タープを出した時用のものとか、薪割りとか、バーベキューのトングとか、そんなものを入れています。なんとなく試行錯誤してジャストフィットするように収めました。よいしょ。こんな感じ。もうちょい入るけど、そんなに入れるものもないので、こんな感じです。よくちょっと。これでしまったと。で、ここにワッシャーがあって、これが、給水する場所ですね。で、ここの収納。これは中からも取れる収納ですけれども、今はここには、上からよく使うトースター、ここから開くのですぐ取れるようにトースター。これはベビーストローラーで寒い時にデイジーちゃんを包む温かいものですね。あとはキッチンペーパーに、これはなんだ、これはお茶ですね。お茶が入って、で、アメリカで使ってた、フロントランナーっていう会社の、オーバーランディング用に、ジープなんかで、オフロード行く時に使ってたケースなんですけども、ちょうどなんかいいかなと思って、この中、ウェットティッシュの予備とか、サランラップの予備とかが入っていたり、この奥は、キャンプ用のバーナーとかですね、そういった備品類がいっぱい入ってます。それをちょっとこうやって縦に並べて入れているという感じですね。こんな感じ。まだちょっと余裕がありますが、あんまり荷物は増やしたくないので、こんな感じです。はい。でですね、後ろここに収納があります。で、ここ私はここに、外気温を測る温度計をつけています。これ一応こういう感じで取れるようにしてます。ちょっと洗車するときに取るの忘れて、これ防水でも何でもないのでちょっと濡れちゃいましたが、びしょびしょにはしてないのできっと大丈夫でしょう。この中なんで、ズバリ外気温というよりはちょっと暖かめに出ちゃいますけどね。で、ここにゴミを入れたり、もう一回出してますけど、薪を入れたり、これ以前、ふもとっぱらに止まった時に、後ろのダブルタイヤの間に挟まった石なんですけど、どうも思い入れが強くて、そのまま後ろに積んでます。そういう感じですね。これここをきちんと
まっすぐにしてから締めないとこの戻りが悪いので、このままやったつもりでいると締まらないという現象が起きるんで、締める前に必ずまっすぐにしないとこっちにも行くんですよね。なんか止まったり止まんなかったり、いまいちです。なので気をつけてまっすぐにしてピタッとやると。バックする時のカメラ、あとはリアミラー代わりのカメラがついてます。カメラの上にオプションでうちはカバーをつけました。なんとなくこの雨で、よく後ろは見えなくなりますけども、この屋根、カバーをつければ多少マシになるんじゃないかなと思ってつけてみましたが、実際は結構水滴もつくので、つけて本当に良かったかどうかはちょっと分かりませんけど、アメリカにいる時に乗ってたキャンピングカーがこれついてなくて、よく、水がですね、そのカメラのコンセントを伝って入ってきたりして見えなくなるとかですね、カメラがオフになったり、そんなこともあったので、なんとなく、日本製は大丈夫だろうと思いつつつけてみました。でこちらに来て、ここはマルチルーム用の出入り口ですね。開けたことありませんけど開けてみましょう。おっと、予想通り何か落ちてきました。IKEA で買ったジップロック代わりのリユーザブルのものですね。この奥にラップポンがあります。非常用のトイレですね。これ洗濯物かご。これ燃料タンクなんだけども、うちはちょっと色がかっこいいので、水のタンクとしてずっと新品で買った時から水専用で使ってます。あとはこれも洗濯物が増えた時のバッグですね。で、ラッポンの替えのものを積んでいます。はい。閉めていきます。よいしょ。でここに室外機があって、でこっちがもう一個の収納ですね。ここはよいしょ。じゃじゃー。はい。この中にはちょっとキャンプの時のこれポータブルの椅子とかですね。フライパンに汚れがつかない用の、鍋かアルミ、あと雨がっぱ、山に登る時用のトレッキングポール、あとは、キャンプ用のテーブルとか、これは、キャンプの備品類ですね。バーナーとか、この中にライターとか、こういうものをいろいろと入れてます。これはなんだ。これは蚊取り線香ですね。まだ夏を迎えていないので使ってませんけど、蚊取り線香で、これはオーニングを開ける用の棒です。こんな感じで、まだ余裕はありますけども、あまり詰め込まずに入れています。ほい。こういうのはね、これで止められるようになってて便利ですね。さて、よいしょ。で、この下が
じゃじゃーん、ガソリンタンクです。これもここで引っ掛けられるようになってますね。ここにタンクがあってアドブルーが、ここにあると。外回りはざっとそんな感じですかね。はい。21 degrees and sunny, just the way I always wanted. Tell but I got 또 없어. 지금 이대로면 좋아. 따스한 햇볕이 가득 담은 Sand River. The bluebirds peaceful.